こんにちは。お元気ですか？今日は3月8日の土曜日ですね。週末ですね。お疲れ様です。もう3月も3月らしくちょっと暖かくなってきましたね。でも最近ね、暖かくなってきたので、真冬に使ってたね、極暖のレッグウォーマーをね、普通のレッグウォーマーに変えたらね、ちょっとここ数日やっぱね体が冷えちゃったみたいでね、少し喉がイガイガしたりとかね、あとねこれ冷えたのが原因かわかんないんですけれども、今日の今朝方6時半ぐらいにパッと目が覚めて、左足のふくらはぎがつったんですよね。あの正確にはつる直前になってたんで、急いでこう足の指を持ってね、少しこうグッと伸ばしてね、つるのをつらないように押さえてたんですけど、もう本当にね足がつるっていうのはね、何年ぶりかっていうくらいだったんですよね。本当に昔はねこう足が結構つりやすくて、それが特に運動とかしてる時にね、それが悩みだったんですけども、きっとマグネシウム不足だろうと思って食生活とかをね気にしてたんですけども、それでも、治らなくて、いろいろ調べた結果ね、乳製品の摂りすぎが原因かもしれないと思ってね、前にも動画で言いましたけれども、カルシウムとマグネシウムの関係っていうのがあって、牛乳とかね乳製品はね、そのカルシウムとマグネシウムのバランスがひどく偏っててね、それを取ることにたくさん取ってしまうことによってね、結果的にマグネシウム不足になってしまうっていうのがあるので、乳製品をね抑えたらやっぱ足つらなくなってたんですよね。だからほんと何年ぶりかにこう今朝方つって、つりそうになって、あれなんでつったんだろうと思って、最近の食生活はっていろいろ考えてみたけども、特に多く牛乳を取ったわけでもないし、ちょっと変わったなっていうことといえば、ここ3日間ぐらいこう極暖のレッグウォーマーをねもうしまい込んじゃったんでね、普通のタイプのレッグウォーマー使ってて、ちょっと足先冷えるなって思ってたっていうことぐらいかなって思ったんで、それが原因かなっていうふうに思ってます。単純に冷えてね、こう筋肉がちょっと収縮して、私もね一日中座ってるもんですから、固まっててちょっとつりやすくなったのかななんて思いました。食生活もね、あえて言うなら前とちょっと違ったのはここ2週間くらいかな。今までは玄米というか三分好きのお米を好んでずっと食べてたんですけれども、三分好きっていうのは三分30%だけ精米して、玄米部分を7割残すっていうのが三分好きなんですけども、それを好んで食べてたんですけども、ここ2週間くらい玄米100%玄米のものをね食べるようになってたんですよね。それはね玄米にしようって決めてそうなったんじゃなくて、結果的にそうなっちゃったっていうだけなんですけれども、っていうのもね、最近お米上がってるじゃないですか、金額が。それでねいつも買ってるところのお米がね、スーパーで買ってるんですけれども、そこで精米してくれるもんですから、そこでいつも三分好きでって言ってそこで買ってたんですよ。でもそこでのスーパーで定期的にねお米を安く売ってくれる日がね、セールの日があるんですよね。でどうせ同じもの買うんだったらってことで、そのセールの日を狙って買ってたんですよ。そしたらね近年のこのお米の価格高騰によってね、そのセールの日にすごく混むようになっちゃったんですよね、お米の精米が。でその混んでるところに買いに行くって、人がいっぱいいるところに行くのもストレスで、なんならちょっと並んじゃったりするパターンもあったりとかして、なんかねもうそれが嫌でね、あの行きたくないなと思って買わずにねお米が尽きちゃったんで、他のスーパーで、精米じゃなくても玄米のままのを買って食べるようになっちゃったんですよね。なんかもうね、いくら安くってもねこう混んでるとこ行くの嫌だなっていうのが勝っちゃって、そうそう。
で、近所でもちろんね、三分好きとかって普通に売ってるのってないので、白米か玄米かなので結局玄米買ったんですけれども、製品によってはローカット玄米とか言って若干ちょっと中途半端な玄米も売ってたりとかするんですけど、ちょっとうちの近くのねお店にはねローカット玄米売ってるとこないんで、そんな感じで普通の玄米に変えたんですよ。で三分好きよりもね玄米の方が消化に悪いはずなので、結構しっかり噛んで飲み込むようにはね気をつけてて、それで私の体調がどう変化するかなっていうのを様子を見ながら、ちょっとまたお米は考えていこうかなっていうふうに思います。いきなりね玄米とか慣れてない人が食べたりするとね消化不良を起こしたりとか、腸の中で逆にガスとか発生しちゃったりとかして、未消化だったりとかして逆に便秘になっちゃったりとかもねあったりするので、でも私はねもうずっと三分好きを食べてる生活をしてたので、ある程度慣れてるし、今まで以上にちょっと噛んでね、しっかり噛んで飲み込むようにしてたので、そこはね意外と平気っぽいかなっていうふうには思ってました。でもねお米ね、多分皆さんも今まで買ってたお米がねすっごく高くなっちゃって、少しグレードを下げようかなとかさ、ここから買おうかなとか、ネットでここから買おうとかね、人によってはお米農家さんから直接買えるようにね、知り合いのつてをいろいろ辿ってみたりとか、もしくはネットで探してみたりとか、そういう方も結構いろいろいるんじゃないかなっていうふうに思ったりしたんですけれども、でそのスーパーでねその玄米とかもね私も買う時ね、あれこれ先月もうちょっと安くなかったっけなとか思ったりしたんですよ。なんかお米今年に入ってからもさらに上がってますよね。値上がり止まってないですよね。ちょっとびっくりなんですけど、値上がり1回上がってその高値をキープするのかと思いきや、さらにそこからどんどん上がってるっていうね、これどこまで上がるんだろうっていうふうに思ったりとかしてるんですよね。その今まで買ってたスーパーのね三分好きで買ってたところもね、みるみるぐんぐん上がってってね、もう1キロあたり200円くらいは上がってんじゃないかなと思いますね。もっとかな、もっとかもしれない。お米って普通に一番安かった1年前とかよりね倍ぐらいには普通になっちゃってますよね。ちょっとびっくりですよね。なんかお米といえばね、昔は別に誰でも買える、貧乏な人でも買える唯一の主食、ありがたい食べ物だったわけですけど、当たり前すぎてありがたいっていう感情すらなかったと思うんですけれども、よくね貧乏ネタの話にね、学生の頃は貧乏すぎてご飯に塩振って食べてましたとかね、そういうエピソードとかってなんとなく誰でも聞いたことはあるかと思うんですけれども、つまりどんなに貧乏でも米は買えてたっていうことですよね。パンは買えないけど米は買えてたっていうことだと思うんですよ。そのお米がどんどん上がってきて、誰でも買えるものではなくなってきたってなるとね、どうなっちゃうんだろうって思いますよね。本当びっくりします。でね、ふと思ったんですよ。このままいったら今までお米って主食だし、他のパンとかに比べてもね添加物とかないし、比較的もう穀物をそのまま炊いてるだけなので、なんていうかこう加工的な部分も少なくて健康にもいいし、パンとかよりも体にもいいし、日本人にもね体質的に合ってるしっていう、とても素晴らしいものだったんですけれども、何よりねお金が安くてみんなが食べれるっていうのはあったと思うんですよね。いずれこれがどんどん値上がりしてっちゃったら、もしかしたらそのうちパンの値段と逆転現象起こるんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしたんですよね。場合によってはうどんとか冷凍のうどんとかと比べたら、もしかしたらすでに逆転現象起こってるかもしれないですよね。
そうそう。それでその金額的にねパンとかの方が安くなってしまったら、必然的にね今までご飯食だった人とかがまあパン食とかねパンの割合が増えていくっていうのは自然に起こる現象じゃないですか。そのうち日本人がパンばっか食うようになって、いろいろね農業のいろんな変な規制とかね輸入のなんちゃらとかでねなんだかんだで結局食べる日本人のパンはね外国から輸入してきたものですからね、農薬とかね防腐剤をぶちまけてるねヨーロッパでは禁止されてる毒まみれの小麦粉を大量にね食べるっていうことになるとね、本当にこの先の日本人の健康が心配だし、脳とかにも影響が出るから、きっとねこれから生まれてくるお子さんとかにもねこう目に見えてこれが原因だっていうのは出ないと思うんですけども、全体的にそういうの増えてくると思うんですよね。いわゆる発達障害と言われてる原因、いろんな原因がありますけど、結局はその食生活とか何代かにわたる添加物とかそういうのも絶対に関係してると思いますし、あとはねがんとかも普通に増えて当たり前ですよね。がんとかもね添加物とか農薬まみれのパンを何年か食べたからがんになるとかね言うんじゃなくて、10年20年って積み重ねたって出る症状ってあると思うんですよね。でそれって絶対その相関性っていうのは証明できないわけじゃないですか。その間いろんなもの食べてるし、その人の生活習慣とかもありますし、そうそう。でもそういう相関性がないから必ず犯人扱いはされないけれども、明らかにじわじわとまるでケミカルベポンのように日本に毒を輸入してみたいなね、そういうちょっと陰謀論っぽいこと考えちゃったんですけど、別に陰謀論っていう見方をしなくてもね、これ普通にこうフラットな目線で見てもちょっと危ねえなっていう風についつい思っちゃうっていうのはありますよね。だからいずれこの金額っていう部分でね、お米とパンとかの立場が逆転して、パンの方が安い、お米の方が高級品だみたいな感じになったらね、パン食が増えてっていうのを思うとね、この先いろいろこう怖いですよね。そうそう。でなんとなくちょっと待って、じゃあいくらぐらいになったらパンとお米の金額的なあれが逆転するんだって思った時に、そうだなと思って、例えば1斤のパン6枚切りの1斤のパンを買ってきたとして、だいたい平均的に1食で2枚食べるとするじゃないですか。そうすると結局1日で6枚食べるっていうことになると、1日で1斤のパンが消費されるっていう計算になりますよね。そうするとパン1斤いくらで売ってるかっていうのを考えると、だいたい200何十円とか300円とかね、それくらいになってると思うんですけれども、安いパンを買ったとしましょう。この200円のパンを買ったとして、1ヶ月30日間でね、2、3が6000円ですよね。毎日3食パンを食べ続けたら1ヶ月6000円かかるわけですよ。パン一番安いパンで言ってますけれども、パンもね、300円くらいしたりとかするので、6000円から8000円くらいはかかるってことですよね。パンを主食にしたらね。それに対してお米、今1ヶ月どれくらいお金かかってるのかなっていうふうに思った時に、お米ね高いやつはもう、高いやつっていうか意外と普通のやつか、1キロ1000円くらいしても最近おかしくないレベルになってきましたよね。1キロ600円とかするのはね、よっぽど安くて、今はもう600円なんて売ってないかもしれない。だいたい私の見た感覚だと1キロ800円は、800円だと結構安い。800円900円くらいするのが普通かもしれないですね。1キロ900円今現在だとして、だいたいこの一人暮らしで一人で食べてる私がですね、1ヶ月ねいつもだいたい
4キロから5キロ買ってるんですね。4キロだとね1ヶ月持たないっていうイメージがあるので、5キロぐらいかな。私結構米食うし、1ヶ月5キロぐらい食べたとしましょう。男性だったらもっと食べますよね。そうそう。だから1ヶ月一人暮らしの私が5キロ米を消費してて、1キロあたり900円の米を今現在買ってるとしたら、5区45で4500円ですよね。だからそう考えると、1斤200円の食パンを1ヶ月で6000円で、1キロあたり900円のお米を買って1ヶ月4500円と。これは両方とも一番安いパン、一番安いご飯を買ったっていう感じで考えてるんですけども、そうすると6000円と4500円でまだ1500円お米が安いっていう感じになってますよね。じゃあこの6000円になるには米がどれくらい値上がりしたら6000円になっちゃうんだろうっていうふうに考えた時に、結構簡単な計算ですよねこれ。1キロあたり1200円1200円のお米を買ったら、私は1ヶ月5キロ消費してるので1200円 ×5 キロは6000円になるわけですよね。だから本当に私の感覚的なものなんですけども、お米の値段がキロあたり1200円になったら、パンよりお米の方が高級品になってしまうというか、お米の方が高いっていう逆転現象が起きるので、本当にこの家計のお金っていう観点だけで考えてたら、お金がないからパンを食べるっていうようなね、生活になるっていうことになりますよね。お金がないから米に塩振って食べるじゃなくて、お米がないからお米がないからじゃないやお金がないから食パン食べる、パンを食べる、お米なんて高くて買えないパンを食べるっていう感じになりますよね。もちろんね、国産小麦のお米パンなんてね、それこそまだ全然高いので、しかも売ってる量が少ないので、そうそう、結局は外国産のお米じゃないや小麦粉製品をね食べるっていうことになりますよね。そうそう、ポストハーベストとかね、多分あっちから輸出する時かけまくってからやってきたんだと思うんですけども明らかにそれとかって発がん性物質が発がん性物質というか、がんに相関性がありますっていうのが明らかな長年の研究結果で分かってて、ヨーロッパでは禁止はされてますけれども、日本人だったら食べていいよと。アメリカでは食べれないけど、日本人だったら、日本に来たらポストハーベスト食べれますみたいなねそんな感じになりますよね。そうそう、なんかめっちゃそういうのディスってる感じになっちゃいましたけど、別にね、私はそういうところをね、立派なことを言おうとしてるわけじゃなくて、単純にね、私がね毎日の日常生活で毎日食べてこの先健やかに生きて、病気とか苦しい思いとかね、あと花粉症とかそういう疾患とかもね、無駄にかかりたくないし、毎日楽しく生きたいっていう、それだけなんですけども、それがね今のこういう現象によって脅かされてくるっていうのがね、単純に不快であり、なんか自分のコントロールができない部分で外堀がそういう風になってくる、その嫌な感じっていうのをめっちゃ感じてますっていうだけですよね。だからめっちゃ感じてて嫌だなっていうのと、最低限今できる自分がいいなこれって思うものを選んで買うとかねそれくらいしかできないしっていう感じなんですけどもね。そうそう、またちょっと今回お米の話をしてしまいましたね。でもね、それくらいしか私の日常の中で感じたこととか話すネタがないんで、何せね今別に外に働きに出てるわけでもなくって、一人暮らしでずっと家に引きこもってるわけでございますので、特に
何があったっていうことがないんですよ。今日家にいてパソコン開いてスーパー行って何買って終わりっていうことなので、その中でね私が感じたこととかをねマイペースで適当に好きなまま排泄してるんですよね。排出してるというよりもね、排泄してるっていうようなイメージですみません。そうそう、そんな感じなんですけれどもね。まあなんだろう、最近っていうかね、今日なんか話そうかなって思ったことで思いついたことがね、朝ね、ふくらはぎがつって目が覚めたなっていうことだったので、なんかね連想ゲームみたいにね話してる内容がポンポン飛んじゃいましたけど、そうすると結局なんかそういう話に行き着いちゃうんでしょうね。なんかもうちょっとね楽しい話がしたかったんですけどね。そうだな、楽しい話といえばね、数日前にねスーパーに行った時にチョコレート買ったんですよ。ちょっと生理とかだったのもあって、めっちゃ甘いもの食べたいとか思って、でこういろいろルンルンしながらチョコレートコーナーを見て、ロッテのね洋酒が入ってるチョコレート買ったんですけども、ロッテの洋酒香る大人スイーツモンブランも入ってるやつなんですけど、それを買ってきて久々に家でね洋酒が入った洋酒チョコを食べたんですけど、すごい美味しかったですね。もう甘みも強くてね、酒も入ってて、私ケーキの中ではモンブランが一番好きなんでね、ショートケーキとかよりもねすごく美味しかったんですけど、一口パクって食べた時にね、脳がしびれるって言ったらちょっと言い過ぎなんですけども、本当にねドラッグをね薬を打ったようなね感じというかね、高揚感というかね、やっぱねシュガー中毒かなっていうふうに思いました。私薬を打ったことはないんですけれども、この中毒になってる感じそれが与えられた時の一瞬のね、本当に儚い一瞬なんですけども、それが来てすごいそれを堪能しましたね。そうそうで、食べれば食べるほどどんどん食べたくなってきて止まらないっていうね、これはまさに中毒状態だなっていうふうに思って、よくねみんなアル中の人とかね、あとタバコがやめれない人とかをね、意志が弱いとか、最近はねさすがにいろいろ情報もあるので、アル中のことをね意志が弱いとかそういう精神論で言う人は減ってきたと思うんですけどね、あれはきちんとした症状病気っていう風な認知が若干はされ始めてきたかと思うので、それでもまだちょっとアル中とかはねそういう意志が弱いとか言ってる方はまだいるかもしれないですけども、でもねやっぱねなんていうのかな、私も自分がねちょっと砂糖中毒だなっていうのは前々からちょっと意識的にあったので、そういう人をね一概にタバコやめられないなんてさ意志が弱いよねとかさ、そんな風には決して思えないですね。私はねタバコはね別に昔から吸ってないんですけれども、若い時は酒飲んだりとかなんかそういう時にちょっと吸いたくなって人からもらうくらいではあったんですけども、確かに気持ちがいいんですけれどもちょっと落ち着くっていうのもあるし、ただこれは私多分中毒になる感じだなっていうのが分かったんで、それを恐れてねあえて欲しいって欲する状態にない前にこれをシャットダウンできたというか、これはもう自分は逆に後でその分エネルギーを費やして自分をねコントロールする要因になりかねないと思ったんで、最初からそうならないようにもう自分でタバコは吸わないようにしてたから、全然今楽ちんで全然吸いたいとも思わないんですけども、その反面私はね甘いものとか大好きで結構たくさん食べてきちゃったんでね、特に生理の時とかのね衝動的なおかしい甘いもの欲求とかはね
ちょっとあれはねちょっと体の仕組み的にもちょっとねそういうのあると思うんで、エネルギー不足になってるとか貧血状態になってるとかね、そうすると糖分欲するっていうメカニズムもあるので、ある程度それはしょうがないかもしれないけど、結局それをね繰り返すとシュガー中毒にもなってくるので、それはねちょっと我ながらデブにもなるし嫌だなっていうふうには思ったりとかしてます。ただね逆に言うとそのデブになるのは嫌だなっていうのはあるんですけども、やっぱね誰でもこう太りたくないじゃないですか。そういう意味で太りたくないから甘いものをちょっと我慢するっていうね、それがあるおかげである程度この砂糖中毒になるのを免れてきたかもしれないっていうのはねありますよね。太りたくないからこれめっちゃ食べたいけど我慢しよう、でも我慢しなくて今回ちょっと食べちゃったなんて言ってるじゃないですかみんな。それのおかげでこうバカみたいにバカ食いしたりとか、甘いものをもうおかしいくらい食いまくったりとかするのが防げてるおかげで、このシュガー中毒にはならずに済んだっていうのはね実は気づいてないかもしれないけどきっとあるだろうななんてね思ったりとかはしますね。そうそう、そんな感じでございますなんかね本当に毎回ね喋るネタがなくってなんかね私もねもうちょっとしたらそのうちこう外の世界に出て、外の世界っていうのをねこの私のお部屋から外の世界っていうことですね。今はねこの48歳独身社会離脱中ということで一人ぼっち道を邁進し続けている状態ですので、ちょっとねこうメンタル的に少しずつ回復してきて、無理せずこのぼっちの中で家の中でパソコンだけを開いて少しずつもう生活費の足しになるくらいお金が稼げたらいいなって私なりに頑張ってるところですので、そうやってちょっとずつこう編んでいきながらできることをね編み込みみたいにちょっとずつ地味に編んでいきながら、徐々に元気も回復してきたらちょっとずつ外に出て人と関わるっていうことをしていきたいなっていうふうには思ってますけれども、それもね無理に今頑張るっていうことではないので、そんな感じですね。とはいえねこう私がねこの、家に引きこもったこうちょっとこう一番こう病んでた時からもう4年結構長いって言えば長いかなっていうふうには思いますね。やっぱ1年とかで回復して元気になれたらよかったですけれども、なかなかねこういろいろ症状とかもその要因とか積み重ねた部分とかもね人によってそれぞれでございますので、しゃあないなっていう諦めもあるので、ただね私の人生がねこのまま最後まで池の下を底辺をこう這うようにね進むようなねそういう人生だとちょっとつまんねえなっていうふうに思ってるんですけど、いかんせんエネルギーがねまだそこまで外に出歩けるまでになってないので、マイペースで今やれることをやるしかないのかなっていうふうにね思ってますね本当にねなんていうのかな、もうちょっとなんかねいろいろしたい人生だったっていうかね、もう終わっちゃったみたいな言い方になってますけど、今現在のところまでもうちょっといろいろしたいなっていう気持ちはあるので、年齢的にもう中年期になってしまったのが残念なんですけども、それを言ったらね一番若いこの20代とかねそういう時に何かしら病気とかで全く動けなかった方もいらっしゃいますし、例えば犯罪に巻き込まれて10年とかそれ以上とか監禁されていたとかそういう方もいないわけではないので、
なんかね、別にねそういう方と比べてだから自分はまだ全然幸せなんだとかそういうふうに思うとかね、そういうんじゃないんですよ。そもそもそういう考え方ってちょっとね論点ずらしてるだけでちょっと本質ではないっていうのはもちろん分かってるんですけどあのまあ何ですかね、今ちょっと人間に会ってないんで分かんないんですけど、そのうちねいろんな人と会ってなんやかんや言ってね、やっぱ人と会って喋ったりするのがないとね、こう楽しさ、生きてる上での楽しさっていうのがね、いろいろなんていうのかな、この 2D になってくるというかね、3D じゃなくて 2D になってくるっていう感覚なんですよ。平面的っていうかね、紙芝居的っていうかね、それはそれで面白かったり楽しかったりほっとしたりとかそういうのはあるんですけれども、もし元気が出てきたらいろんな人と会って話をしてってなるとなんか物事とか考え方とかやることとかなんかそういうのがね、ちょっとよくわかんないんですけど立体的な感じになってきて、すごくなんですかね、その感情の幅が大きくなっていい感じなんですよね。このそういう感じなんですよ。なのでいつかそうなりたいなっていうふうにはねちょっと思ってますけれども、4年経った今ちょっとずつは回復してますけれども、まだそこまでではないのでね、そのうちなんか面白いことできたらいいなとは思ってますけども、その面白いことどころか何もできないままこのまましぼんでいく可能性もありえますけれども、それはそれで、それでもね毎日美味しいコーヒーぐらいはね入れれるわけですので、そんなめちゃくちゃ最悪な人生だったっていうことにはならないと思うかなっていうふうには思ったりします。ちょっと着地点が分かんないんですけど、とりあえずそんな感じですね。本当はね今日の動画毎月恒例の生活費ね、1ヶ月の生活費の上げたいなって思ってたんですけど、ちょっと時間がなくなっちゃってね、適当に思ったことを喋ってみました。生活費の動画ね、喋った後にねちょっとね編集が必要になってくるんでね、若干時間が必要になってきちゃうんですよね。ちょっともう間に合わないんでねそのうちまた次回できたら生活費の動画あげますわ。そんな感じで、やっとあったかくなってきましたが、皆さんも体調など壊さずに美味しいものでも食べてゆっくりしていきましょう。それではまた。